はようございます。たかしです。本日は11月15日水曜日、ただいま9時44分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですので、使い勝手のいい方で有料投稿を効率的にご利用ください。また、ノートでは複数のプランをご用意しておりますので、ご自身に合ったプランを見つけやすいのも特徴です。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきましょう。昨日の CPI の結果を受けて、ポンド円は上昇してきました。大きな陽線ですね。ここのところずっと GMMA の青帯を上抜けてからは上昇傾向になっておりました。昨日そこをさらに大きく上昇してきた形です。今まではこの黄色丸を見ていただければわかりますが、上昇トレンドではあるんですね。安値を切り上げ、高値を更新するという上昇トレンドなんですが、現在はかなり伸びきっている感もありますので、ここからの上昇の流れについていくのはちょっと危険ですね。もちろんこのまま上昇していく、昨日とか一昨日のこの流れを引き継いで強く上昇していくっていうことも考えられるんですが、ストキャスティクスはずっと高値圏にあります。ですのでまだ上昇するかもしれませんが、基本的な考え方としてはストキャスティクスが高値圏にある間っていうのはここからの上昇には優位性がないということです。ただここのところずっとこの辺りからですね、11月の上旬ぐらいからずっとストキャスティクスは高値圏にあるんですね。ですので今は買い足で現在の上昇トレンドに乗っていくのがいいと思いますが、上位足ではいつ調整の下落をしてもおかしくない、そういうところにはありますので、急落なんかには注意が必要です。では4時間足です。4時間足は黄色のボックスを上抜けて、そこからの上昇になってきております。4時間足を見ていると GMMA の青帯でずっと綺麗に上昇、反発上昇してきてますよね。ということはここからも次また GMMA の青帯ぐらいまで下落してくれば、そこからは反発上昇しやすい、そういう動き方をしてくると思います。ただ直近のこの上昇、昨日、一昨日からのこの急激な上昇ですね、連続陽線のこの上昇っていうのは少し気になるところもありますので、日足のストキャスティクスは高値圏、4時間足もずっと高値圏に張り付いてますよね。ということはやはり日足4時間足単位の大きめの調整下落が起こってもおかしくないと思いますので、その辺は注意です。ただやはり本日も昨日の流れを引き継いで上昇しやすい試合ではあるとは思いますので、基本的には下がったところは買われやすい、そういう相場になるとは考えますが、こういった昨日みたいな大きな動きの次の日っていうのは調整の1日で終わる可能性もあるので、今のところ上昇傾向ではありますが、本日じりじりと下落してくる、それだけで今日を終えるっていうことも考えられますので、その辺は注意ですね。まずは押しを待ちたいんですが、その押しっていうのがどこで下げ止まるのか、その下げ止まったところからの次の上昇の流れっていうのをイメージしておくといいと思います。理想的なのは4時間足の GMMA ぐらいまでは下落してきてほしいんですが、そうなるとかなりの値幅がありますので、そこまで4時間足で押しをつけるかっていうと、そういうイメージもありませんので、もうちょっと買い足で見ていきましょう。では1時間足です。1時間足では直近のこの上昇にフィボナッチリトレースメントを当てております。先ほど4時間足も表示させてましたが、1時間足の方が見やすいのでこちらで説明したいんですが、先ほどの4時間足の GMMA というのがこの辺りにあったんです。ちょうど黄色のボックス付近にありましたので、そこまでの押しをつけてくるとかなりの下落になってきますので、本日の動きとしては現実味がありませんので、まずは1時間足の GMMA ですね。この青帯、この辺りまで下落してくればそこからの次の上昇の流れをイメージしておくといいと思います。そして直近の上昇にフィボナッチリトレースメントを当ててますので、23.6%、38.2%、この辺りまでの押しですね。今ちょっと浅めの押しで上昇してきているので、このまま上昇してしまうのかもしれませんが、基本的な考え方としてはしっかり押しを待ちたいので、本日は一旦下落後の上昇っていうところを見ておくといいと思います。ただしやはり昨日の上昇が強いので、今浅めの押しで上昇してますので、このまま昨日高値を超えていくようですと、そこから短い時間軸、5分足とか15分足の上昇トレンドに乗っていくのはありだと思いますが、やはり先ほども言いましたが結構上げきっている感がありますので、あまりどんどん上昇していくというイメージではなく、今は4時間日足の調整下落がどこで入るかわからない中での上昇トレンド中ですし、1時間足もストキャスティクスの過熱感はある程度解消してきたとはいえ、GMMA との乖離もありますので、やはり一度 GMMA、少なくとも1時間足の GMMA ぐらいまでは押しを待ちたいところ。ただしこのままどんどん上昇していくのであれば、5分足、15分足でその上昇トレンドに乗って
言ってもいいと思いますが、気をつけていただきたいのは上位足の調整の下落にいつ入るかわからないというところにもありますので、あんまりどんどん高値追いをしていくのではなくって、短い時間軸でするのであれば、その短い時間軸での利確をしていくのがいいと思いますし、まずは少なくとも1時間足の GMMA ぐらいまでの調整は待ちたいと思いますので、本日はその調整を待ってから次の上昇の流れ、こういう緑の矢印みたいなイメージをしておくのが安全だとは思います。では次はドル円の冷やしです。ドル円は現在水色のこのラインですね、過去の高値に当てたラインというところが意識されております。直近では昨日の下落はここダブルトップみたいな形にも見えてきますよね。ダブルトップ。そして昨日の下落結構強かったんですが、とは言いましても冷やしは全然上昇トレンド中なんですよね。GMMA の青帯は上向きで、今昨日の下落は GMMA の青帯付近まで押しをつけに行っている、そういう動きにも見えますので、ここから昨日の下落の流れでどんどん下落していくっていうのもちょっと考えにくい。かといって昨日の陰線はやはり大きいですので、ここから上昇をどんどんしていけるかっていうとそういうイメージでもありませんので、本日はそこを迷うような相場になってくるのかなと感じます。基本的には冷やしの GMMA は上向きで上昇トレンド中なので、下がったところは買われやすいとは思いますけれども、やはり昨日の動きを継続して本日は売られやすい、そういう試合でもありますので、買い足では短期的には戻り売りがいいのかなと思います。では4時間足です。4時間足は上昇トレンドをまだ崩していないんですよね。高値を切り上げてますよね。若干ですが一昨日切り上げてきております。そして安値も今ずっと切り上げ中なんですね。ということは今まだ4時間足では上昇トレンド中なんです。過去のこの動きを見ても分かるように GMMA の青帯を下抜けては上抜け、下抜けては上抜けってことをしております。昨日の下落が強かったので、本日は基本的には上値は重くなる。そして GMMA の青帯付近に来たところでは売られやすい、そういう試合にはなると思いますので、基本的な動きとしてはこんな動きをイメージしておきたいです。ただどんどん安値更新をしていくかどうかっていうところもちょっと怪しいですので、まずはこんな感じでオレンジのトレンドラインを引きましたので、そのあたりまでの下落はイメージしておいていいと思います。現在地から垂直に下落してきた場合はだいたい 149.8 付近、その辺を底と考えまして、そのボトムからの次の上昇の流れっていうのもイメージしていいと思いますので、戻り売りをするのであればまずはこのオレンジのトレンドライン付近までという風に見ておく。そこを下抜けてくると149円ぐらいまで下落する可能性はありますが、現在地からそこまで下落するとは思わない方がいいと思います。基本的には上昇トレンドを崩してませんので、下がったところは買われやすくなります。では1時間足です。1時間足には直近最高値からの昨日の安値までにフィボナッチリトレースメントを引いてます。そのちょうど本日は 38.2% まで先ほど上昇して、そこから今下落中ですね。ただストキャスティクスもう少し上昇余地があるのと GMMA との乖離もありますので、もうちょっと上昇するんじゃないかと思ってます。もしこのまま上昇してくれば現在の GMMA の青帯っていうのが 50% 付近になりますので151円ぐらい、そのあたりまで上昇する可能性はありますが、ここからじりじりと上昇していった場合は GMMA もだんだんと下落してきますので、そうすると再び 38.2% 付近が抵抗となって、そこからの下落になっていく可能性がありますので、一旦は今調整の上昇中、この調整の上昇が終えればそこからの次の下落の流れっていうところを見ておくのがいいと思います。短期的には先ほどは戻り売りと言いました。ただしもう一段下がってくれば次4時間足単位での押し目買いも入りやすいポイントですので、その辺注意が必要ですね。売りの目線、買いの目線っていうのはどちらも持っておくのがいいと思いますので、今1時間足だけを見ると戻り売りですが、4時間足以上を見ると押し目買いのポイントも近づいてきておりますので、その辺の全体の環境認識をしながら見ておくのが大切です。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。ポストプライムのプライム投稿とほぼ同じ内容です。ノートの方が使い勝手がいいという方に向けて有料投稿の間口を広げた形になります。基礎から FX を学びたい方、現在よりトレードスキルを向上させたい方はぜひご検討ください。ノートでは複数の視聴プランをご用意しております。またノート限定の掲示板機能もありますので、こちらはリアルタイムで日々の気づきとか簡単な先出しなんかをしておりますので、ご興味があればそれ専用のプランもご用意しております。有料投稿で適切な自己投資と時間投資をすることも大切ですので、よければご検討ください。詳細は概要欄にあります。ノートのメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月賞の方がお得です。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。